おはようございます。今日は2月のある平日です。今ちょっと珍しく晴れてるんですが、今月は本当に天気が異常気象です。もう毎日雨で、今のところ2月ずっと毎日雨で、これからも天気予報向こう2週間毎日雨なので、晴れの日が1日もないです。今日も今晴れ間出てますが、夜降るみたいなので、朝も降ってました。なので本当に通常1月2月ってもともと雨多くて月当たり12、3日ぐらい雨なんですけど、今月はもうずっと雨なので、本当にそうちょっと憂鬱にならないためにも、こういう晴れ間が出たらなるべく外に出てちょっと太陽を浴びるようにしています。で、今週僕すごい仕事が難しくて、昨日今日と朝普段5時から仕事するんですけど、4時前ぐらいから起きて仕事してて、で今も10時過ぎで、そうお腹が減ったので、朝食兼ランチ取りに好きなパステラリアに向かっているところです。はい、このカンポドウィルケにあるパステラリアビアナというパステラリアで軽く、朝昼兼用のご飯食べます。そうちょっと今日はまた家に帰ったら仕事残ってる状態ではありますが、せっかく晴れているうちに、パパッと外をちょっと楽しみたいと思うので、今から、またちょっとシティ側を散歩しつついろいろおしゃべりしていこうと思います。はい、歩いてパルケ・デ・アルト・セッティモまで来ました。もうこの景色 Vlog では何度もお見せしていると思いますが、やっぱりここに来ると遠くから旧市街高いところから見渡せてすごい気分がいいですね。この景色本当に何度見てもすごい素晴らしいです。はい、で今回の Vlog は、日常 Vlog なので、いつものごとくちょっといろんな最近のトピックとか質問返しおしゃべりタイム入れようと思います。で今回ですね、僕1個お伝えしておかなきゃと思ったのが、基本的に皆さんご存知の通り、僕 YouTube、Instagram、TikTok 全部返答は 100% 返すようにしてるので、全部数日以内に返信してるんですけど、インスタの DM が最近すごい多くて、僕多いと1日何十件も来るので全然追い切れてなくて、DM は基本返事しないようにしてます。なので返答が必要とか、そういうメッセージがあればですね、コメントでいただければちゃんと返事はするので、ちょっと DM だと週に何回かはまとめて読んだりはするんですけど、もうなかなか数が多いのと、ちょっと治安悪かったり不気味なものも来たりするので、基本 DM の方は返事しない方針でやってるので、もしご返信が必要なものがあればコメントでいただければと思います。でよくですねいただく質問で、今日答えておかないとなと思っていたのが、差別に関する質問ですね。特に日本の方から聞かれることが多いんですけど、ポルトガル移住してみて差別ありますかとか、なんか差別されたっていう日本の方見ましたみたいな、よく聞かれるんですけど、そのトピック一回重要だから答えておかないとなと思ったので、今日ぜひ話したいと思います。まず端的に僕の経験から言うと、今のところ、2年弱ですね、1年10ヶ月住んでみて、僕は差別は経験していないです。なので個人的に人種差別の、経験はないので、僕は受けてないと言えますが、
ただ確かに何人かの方に言われた通り、日本人の方でポルトガルで人種差別されましたっていう書き込み僕も見て、見た感じちゃんとした人そうなので、きっとあるんだろうなと思います。なので、ないとは断言できないので、個人的に経験していないのが、運がいいだけできっとあるとは思います。ただこれってポルトガルなのかどこの国なのかの問題じゃなくて、どの国にも残念ながら差別ってあるので、ポルトガル人も差別する人はするし、日本人もする人はするし、なのでじゃあポルトガルで差別された日本人見たから行くのやめます、旅行やめます、旅行怖いですとか、移住怖いですみたいなのは若干違うのかなと思っていて、どこに行ってもする人はするので、もうそれ気にしてたらどこも行けなくなると思うんですよ。日本人もする人はするし、なのでポルトガルでする人がいるのは事実だと思うんですけど、僕みたいに運よくされてない人間もいるので、そこでなんかポルトガル行く行かないの判断にするのはちょっと違うかなっていうふうには思ってます。ただですね、一つ個人的な感覚で言えることは、ポルトガルは少ない方だと思います。僕も本当にいろんな国に長期滞在とか、留学とかワーホリとかしてましたけど、ポルトガルでされた経験聞くの少ないなって思うので、多くはないと思います。ただこの件はですね、本当に人によって感じ方様々なので、そうですね、あるにはあるんだというところは、どこに行ってもあるんだというのは、認識して来られるのがいいんじゃないかなと思います。僕も個人的にないだけで絶対ないですとは言い切れないのでと思ってます。でこの件に関してもう一個話したいなと思っていたのが、僕の視聴者さんの日本人は皆さん結構旅慣れてる方とか海外移住されてる方が多かったりするので、このアドバイス全然当てはまらない方がほとんどだと思うんですけど、日本人の方って結構ポルトガルとかヨーロッパでお店に入って挨拶しない人多いんですよ。基本って、オラとかハローとかハイとか言ってからお店に入るのがヨーロッパでは普通だと思うんですけど、それしないでお店入って勝手にこう商品触ったりとか、勝手に席ついてとかっていう方結構いるんですよ。そういう方たまに見かけるので、そういう場合は正直寛容じゃない店員さんだったらあえて冷たくされるの当然だと思ってて、これ文化の違いなので、それは日本では全然あると思うんですけど、こっちではなかなか受け入れられない態度なので、そういうことすると冷たくされます。なので、それで冷たくされてるなとか、ちょっとそっけなくされてるなっていうのを見かけたことが何回かあって、なのでそういうのはやっぱり自ら注意しないと、冷たい対応されるのは仕方ないなって思います。それは差別じゃなくて、自分の過ちでもあるので、そういうところは、どの国に行くにしろ気をつけて、その国の文化に即した行動をしていないと冷たい態度されると思うので、そういうのは差別と呼べないと思います。なんかたまになんか自分に原因あるのになんでムスッとしてるんだろうみたいなのを見かけることが、ポルトガルだけじゃないんですけどあるので、やっぱり日本の勝手にお店入って、無言で出ていくみたいな文化ってあんまり欧米だと受け入れられないので、お店出るときも絶対お礼言った方がいいですし、出る時のお礼は言わない欧米の方もいるんですけど、なので、でもそこら辺はきちんとやっといた方が親切で親身になった接客とか対応してもらえると思います。なので、自分の態度次第で解消できるポイントも全然あると思うので、なんかそこは旅行者の方見てて絶対気をつけた方がいいといつも思っているところでした。なんかこれ言語化するのすごい難しいんですけど、なのでそれで差別って感じてる人がいるなら、それは差別ではなくて自分に原因があると思うので、気をつけれるところは気をつけて、その国の人と接するべきだなとは思ってます。はい、公園を降りてリベルダーデ通り歩いてます。はい、リベルダデオ通りの、キオスクでちょっとミニビールをいただきます。それで今日もう一個話そうと思ってたトピックが、よく聞かれるのが、ポルトガルの方にめっちゃ聞かれるんですけど、気候のことめっちゃ聞かれるんですよ。
ポルトガルの冬きついですよねとか、慣れましたかみたいなことをすごい言われるんですけど、全然余裕です。ポルトガルの冬、全然僕にとってはあったかいです。もう日本の冬なんて、冬全然1桁台が普通ですし、ひどいとマイナス行きますし、雪も降ることあるし、それと比較したら全然今の真冬でも最高気温10度行くし、そうで、乾燥してないので湿気があるから、風もひきにくいし、なのでこっちの冬、日本人にとってはめちゃくちゃ過ごしやすいです。なので全然寒いとか思わないし、ポルトガルは基本的に室内が寒いって言われていて、防寒材とかがあんまり使われてない古い建物が多いので、部屋の中が外より寒いって言われてるんですね、秋冬は。で、確かに部屋の中は寒いんですよ、外いるより。なので確かに寒いは寒いんですけど、でも僕日本にいる時も喉が弱いので、そもそも部屋の中で暖房とかしないタイプだったので、部屋の中が寒いのそんなに抵抗がなくて、もちろん部屋の中の方が寒いのはびっくりしたんですけど、でも全然それで過ごしにくいとか不快とかはなくて、僕は全然今ここの冬すんなり適応してると思います。これ同じ質問夏にもされるんですよ。ポルトガルの夏きついですでしょみたいな。いや、日本の夏と比べたらって感じです。もう日本の夏なんてもっと湿気で過ごしにくいし、気温ももっと高いし、こっちの夏は朝晩が冷え込むから、朝晩すごい涼しいし、湿気がないからベタベタしないし、不快指数低いので、夏も全然こっちの方が過ごしやすいし、なので結構気候心配していただくんですけど、ご親切にも全然何の心配も不要でございます。冬も日本よりあったかいし、夏は日本より涼しいし、なので僕こっち来て体調全然崩さなくなりました。日本にいた時は日本にいた時の方が仕事が大変だったっていうのもあるんですけど、日本にいた時は結構毎季節風邪ひいてたんですけど、こっち来たからあんまり風邪ひくこと少なくなりました。なので多分気候すごい過ごしやすくて体に合ってるような気がします。本当に確かに言えることは、ポルトガルの気候は僕は本当に大好きです。最高です。もう冬も夏も全然過ごしやすいです。はい、じゃあシアトの方に向かって歩いていきます。明日の朝ごはんのパンを買いにピンゴドーススーパーに行きます。僕のおすすめはこのピンゴドースのパダリアコーナーのこのパオデミツラっていうパン、これめっちゃ美味しいです。おすすめです。今日はちょっと違うやつ、パオサロイロを買いました。こんな感じでオーダーするとスタッフさんが詰めてくれるので受け取るだけです。で、切りたいときはスライスするかも事前に聞いてくれるので、希望したらスライスしてくれます。パダリアコーナーは自分で取るセルフタイプと店員さんに頼んで取ってもらう2タイプあるので、自分で取るタイプだともう好きなように自分で詰めたらいいんですけど、このタイプのお店だと注文して入れてもらうみたいなフローです。ポルトガルのスーパーのパン屋さん本当にレベル高いし、種類も豊富ですごい楽しいので僕大好きです。全然スーパーでもハイクオリティなパン買えます。この周辺のエリア、僕個人的に犬の糞がめちゃくちゃ多いと思ってて、このエリア歩くとき本当下見て歩いた方がいいと思います。すごい犬の糞多いんですよ、ここ。結構バイルアルドとかも結構多いかな。ポルトガルは全体的に犬の糞すごい多いので、それだけがちょっと僕も未だに慣れていない点です。もちろんですね、ポルトガルの方も良識ある方はきちんと自分の犬の糞片付けますが、どうしても昔から片付けない人が多いそうで、ちゃんと条例制定したりしてるらしいんですけど、全然改善に向かわないそうです。
本当に多いんで気をつけてください。こんなに綺麗な街なのに犬の糞がすごい多いのがちょっと残念ポイントなんです。多分今日ブログの2日目になってると思います。おはようございます。今日は、ある平日でさっき仕事が終わったんですけど、実はブログの多分1日目も今日朝雨降ってて昼晴れましたって言ってたと思うんですけど、今日も朝ちょっと雨降ってたんですけど、なんと昼また今日も晴れまして、天気すごいいい感じです。なのでそうちょっと雨続きの、2月ではありますが、あんまり一日中降ることなく昼間だけ結構晴れるパターンがこの直近ちょっと多い気がしますね。で今日は、今仕事終わってで、はい、僕の趣味をちょっと初めて紹介しようと思います。習字というのはですね、ポルトガルとか日本人以外の方に向けて説明すると、筆を使って、墨を使って、紙の上に、日本語を書くという、ものなんですけど、中国と韓国でも似たようなものあるんですけど、それをですね、僕趣味でやってるので、その様子簡単にちょっと紹介しようと思います。それで僕こんな感じでなんか決まった漢字を1回に1文字2文字ぐらい決めて、もうひたすらそれをなんか書いて集中するみたいな習字の楽しみ方してて、これ今日書いてるのは年っていう感じで、これイヤーですね、英語でイヤーを意味する字なんですけど、なんか自分がなんか意識してることとかを漢字にしてそれを書いて、こう精神統一するみたいなのを日常的にやってます。どうだろう、週2、3回ぐらいこういう時間作ってやってる感じです。で僕は子供の時にもうずっと習字習っていて、もうその時から習字好きだったんですけど、その時って単純に字が上手くなりたいとかそういう感じの単純なこう目標でやってたんですけど、大人になってから習字やってみると、字書くっていうことは正直別に目的じゃなくて、こういうマインドにこういい影響と精神統一邪念をこう忘れて本当に字を書いて自分の考えてることをと向き合って、習字筆と向き合うみたいなこの時間がすごい良くて、正直すごいプロレベルのスキルじゃないかもしれないんですけど、でもこれ綺麗に書いていくっていうこの何て言うんですかね、自分の字を改善していく工程もなんかそれもすごいいいんですよね。なんかこれがここもうちょっとこうやって書いたらよかったなとか、ここの払い方こうやって変えてみたいとか、それを考えながら書いていくとすごいなんて言うんですかね、それもすごい精神的になんか気持ちが良くて、でなんかそういうちょっと子供の時に感じえなかった習字の、良さ影響力っていうのを今すごい痛感していて、もう日常的にこれを今やるようになりました。特にこっちに住んでて日本の文化に触れることって本当になくて、僕漫画とかアニメも見ないですし、日本のそうですね方のコミュニティにも属してないので、なのでこれやってると日本の文化にも触れられるのですごいいいなと思ってやってます。でも本当にこれすごいなんか自分の日常生活にすごいいい影響を与えてるなと思ってるので、ちょっといずれですね、皆さんになんか習字のことをもっと紹介していけるなんか機会作りたいなとは思ってます。ちょっと今日はVlog でちらっと紹介してみようかなと思って、こういうことしてますっていうのを話してみました。ロケガメイロ庭園というカイセドストレの駅とフェリーターミナルの近くにある、庭園のキオスクで今休憩してます。
今日ちょっと一杯やらせていただきます。でここのキオスクも僕よくキオスクで Vlog 撮ってると思うんですけど、このポルトガル特有のこの広場にあるキオスクカフェ、そういろいろおすすめあるんですけど、ここもおすすめの一つで、ここは本当に素晴らしいリバービューなので、そうここの景色もすごい格別です。ちょっと今日川の方が曇り空なので若干暗いですが、でも実際に目で見るとすごい綺麗です。逆側は青空で晴れてるんですけど、しかもここですね、海上ソールの駅の真横にあるのにあんまり知られてなくて、そう全然混んでないんですよ。いつも結構空いてて落ち着いてるので、雰囲気もすごいチルでおすすめです。ただですね、ポルトガルのキオスクカフェってだいたいビールスモールで 1.9 ユーロとかなんですけど、ここやっぱり立地がいいので、ここは 2.9 ユーロで、コーヒーとかも他のキオスクより1ユーロぐらい高いです。なのでちょっと景色ビュー価格が入ってます。で、僕ちょっと SNS でいくつかつぶやいてるので、見てる方はご存知かもしれないんですけど、今ポルトガル1月の末頃からクリスティンという大暴風台風の被害がすごい深刻で、レイリアとかフィゲイラダフォツとか一部の地域はもう家が流されたり、通信インフラとか生活インフラが遮断されてしまったり、かなり長期的な大きい被害が出てる状況です。なのでもう未だにですね、今、1月の末からもう今2月入ってるんですけど、1週間以上ずっと復興しない地域もあったり、 SNS 見てると結構助けてくださいの声を上げてる方いっぱいいらっしゃって、かなりニュースで映像を見る以上に深刻な状況です。で僕もですね、何かしらちょっと力になりたいなと思って募金とか探してみたんですけど、結構いっぱいいろんな方がやられていて、有名なところだとファンドミーとかでも個人の方がいっぱい立ち上げたりしてますし、僕ちょっとそこら辺ファンドミーとかは若干そういろんな方が立ち上げてて違いがよく分からなかったり、ちょっと不安だったので赤十字のところから募金したんですけど、赤十字の方は海外の方からもペイパルとかカードで支払いで募金参加できるので、そうよかったら概要欄にリンク貼っておくので、そうもしちょっとポルトガルにゆかりあったり少しでもこう協力したいという方いたら募金参加していただけるとすごい嬉しいです。映像を見るとすごいショッキングです。本当にただの台風と思えないぐらいの大被害で、亡くなっている方も何人かいらっしゃって、すごく深刻な状態なので、それがちょっと少しでも力になれたらなと思っているので、レイリアとかも映像を見てると本当に街が崩壊している感じがするので、本当に早くこの被害が収まることを祈りますが、天気予報を見る限りポルトガル本当に今月異常なぐらい雨が多いので、なかなか復旧作業とかも大変だろうなと思います。なので本当に一刻も早く復旧が進むことと、皆さんの無事を本当に祈っています。はい、ちょっと出かけて帰ってきました。で、今日この後幸いまた雨全然まだ飛ぶ降らなそうなので、ランニングをしてこようと思います。テージョ川の、周り走るのすごい気持ちいいので、ちょっと今日その様子、走るのであんまり撮れないんですけど、なんとなくこういう感じで走ってますみたいなところも撮ってこようと思うので、では着替えます。5キロ走りました。やっぱ定常川沿い走ると風がすごい吹いてて気持ちいいので、結構さらって5、6キロは気づかずに気づいたら走ってます。楽しかったです。帰ってシャワー浴びます。